児玉光夫さん、当時12歳。爆心地からおよそ850メートル離れた雑魚場町の県立広島第一中学校で被爆しました。閃光を感じた瞬間、大きな火柱を見たといいます。倒壊した校舎から必死に抜け出したものの、迫る火の手から友を救い出せませんでした。必死に助けを求める被爆者たちの姿を忘れられないといいます。60歳を過ぎ、がんを何度も発症。闘病が続いています。命ある限り、放射線の恐ろしさを訴え続けていくと語ります。その日の朝の快晴のもう見事な雲一点もない、その空もはっきり覚えてます。6学級全部であったんですが、奇数と偶数組に分かれて作業班、奇数が作業班、偶数は一旦夏ですから交代制、1時間交代制でやりますから、そういう交代のための教室で待機しろということで8時15分を迎えたということですね。最初に来た飛行機から落下傘が落とされた。その落下傘を「おい落ちたぞ」ってで、私もその友達に連れられて外に出ようとしました。しかし教室の真ん中へ来ると、ちょうど漫画本といったらなんですが少年クラブです。それに人だかりがわーっと5、6人してる。それに目が止まって、私はその方に行って「おいわしも見せろ」と言ってぐわっと腰を突っ込んだ途端にピカーッと来たんです。大きな大きな私は火柱を見たんです、左側の目で。そうしてその火柱というのは実は原爆とは思いませんが直撃弾だ。実は私が気絶したんです。みんな気絶したようです。それが5分なのか10分なのかは今でも分かりません。とにかく気絶して、そしてみんな同じように、気絶から目覚めたようです。それでその時に教室内ではもちろんぺっしゃんこですよ。もう木造校舎もぺっちゃんこだから、つっかいになったのはこの腰掛けと教室にある机ですね。それにほとんど柱が降りた。だから柱の下の教室と腰掛けの空間にちょうどうまく挟ったものは OK、 命は。ところがそれに間に合わなかったものは柱で首を絞められて事切れたもの、そうしてまた中には私見ました、気の毒に頭がちょうど柱と柱の間に挟まって脳みそが出たものおりましたけども、そういうことの前に気づいたらみんな「おい助けてくれ」の声が出る。そうすると私も実は「助けてくれ」の前に私も叫んだと思うんですが「落ち着け、やがて救助隊が来るよ、何言ってんだよ、間もなく来るから頑張れ」っていうような激励を出したように。というのはもう一中の校舎の我々の校舎だけはやられたと思ってますから、そうこうするってもじっと待っとってもそんな気配は一つもない。それで私がほっと見たら上に薄明かりが見える。その薄明かりは天井板が襲ってるから天井板をバリ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 破って、そうして慌てて外へ出ようとしたらぐざっと五寸釘が柱に刺さっとったのがあったんでしょう。それが刺さってぐーっと腰を落としてその五寸釘を脱いで流れ打ちはそのままに外へ出た。外は真っ暗で何にも見えん。これはどうしたことじゃいと思ってふっと見ると太陽はおぼろ月夜のようで、その異変には全く驚いたというのがその第一印象です。
こりゃとんでもない中がないどころか中電ビルから炎が出だした。それにびっくりするとみんなが「おーい」ってうなってる声も近いに聞こえる。そうして私も慌てて一人ではあるんですが微力であっても肩にかかっとったたるきを取ってやったり足を挟んでる棒を持ち上げてやったりして56人の生徒を引っ張り出しましたかね。それでしばらくすると今度はまた漫画本持ってきとった彼が「おい首んとこへ押さえたるこの柱取ってくれ」っていうもんですから1年生ともあろうチビの非力とはいえああいう場合のバカ力ですか。よくぞあのたるきが折れたなと思いますがたるきを折ってそして彼を引っ張り出した。この漫画本を持ってきとった彼の本当おかげでわしも助かったんですがで彼と2人で今度はまた5人6人と引っ張り出しましたかね。そして彼がやがて「おい助けを呼んでくるよ」と一中だけやられたと思ってますからお互いに。行ったきり彼も帰ってこない。そこでまたちょうど見た風景が私の親友がトラスという屋根を支える柱があるんですがそれに吹き上げられて柱が挟ってそうしてそのトラスにぶら下がってるんですが毛が一つしてないんです。ところがその柱を取ろうとしてテコを作ってうわーってやるんですがテコの原理でも柱がびくともしない。それで私がとうとうテコが折れてしまって諦めて「おいちょっと待てよ助けを呼んでくるけんの」と言ってその後人影が見える東の方にプールがありましたからプールの方に人影が見えるその人影を頼りにそこへ行ってみました。そこはちょうど作業班に先に行ってた市役所の裏に行ってた生徒がもう炎天下何の影もないところで直接焼かれたんですがね距離が1100メーター前後でしょう。ちょうどそういったところで今でもそこには火が立ってますがそこで焼かれた生徒が水を求めてプールに帰ってきたその風景だということが分かったんですね。我々の友達はそこで焼かれてとぼとぼとグラウンドを越して水のあるプールに来た。だからプールはもうごった返してプールの水も茶色になってました。でまた水道管が破れてそこから噴き出る水を貪るように取り合う生徒の姿も見られました。で中には服にブスブス煙が立ってるその立ってる煙を転がってた戦闘棒で水を汲んでかけてる風景もありました。だからそういう状況でとってもまともな健全な者はいないということを改めて知ってまた彼を助けるために50メーターぐらい離れてたでしょうか吊り下がってる彼のもとへ帰っていったということですね。校舎のところへ戻ったらちょうどクラスの窮地をしてた彼が窓際におったもんですからそれがガラスが頭服顔にうわーっと刺さってハリネズミのようになって血を流してるんです。特に頭の血はひどいですから頭の血がとぼ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 って血のりになってる。それを防ぐために彼はゲートルを巻いてるんですがとってもじゃねそれぐらいでは血が止まらない。そういう惨状を見て彼にもとにかく一緒になって彼を助けてくれという頃に
彼もそれはもちろん助けたいんですが、やがて火がだんだん迫ってくる。そうして煙がずっと西の方から東の方に、一中の方にずっと襲うてくる。それでこの煙が校舎の下に押しつぶされた状態の生徒の匂いというか、煙の匂いを感じたんでしょうね。で彼らも皆覚悟したように「広島一中万歳、天皇陛下万歳」を最初に言いましたが「天皇陛下万歳、広島一中万歳」、それから今度は観念したように「君が代」を歌い、そうしてやがて一中の校歌があるんですが、その一中の校歌「李城の夕べ雨白く花爛漫の色あせて」、彼らとすれば憧れて入った一中の校歌ですから、それを自分の死に様の最後の歌にしようと思って、これは立派なもんです。今の人々にちょっと言ってもピンとこないかもしれませんが、そういう場面を私出くわして、それ以上にそこで断腸の思いで彼らを助けられない、申し訳ない気持ちで本当に申し訳ない、許してくれと叫びながらその場を去った思いは、辛い思いはあの当時の思いと今も全く変わりません。実は60歳の時まで私は元気だったんです。その時に実は東京におったんですが、東京勤務から広島に帰らされて、それで広島に帰った途端に至近距離1キロ以内の被爆者だから強制的にちょっと検査しようと。その検査がありがたかったんで、今で見りゃちょうど大腸、直腸ですが、直腸に2箇所ポリープステージ4ステージ3のがんが見つかった。今度は64歳かな、胃がん。それから65歳の時に今度は皮膚がん、それから70歳の時に甲状腺がん、次から次にがんにかかり、とうとう足も来たかいということで、幸いに本当に60歳まで友をそういうふうに見とるばっかりで、私には何にもなかった。ありがたいというか、なんか運命づけられたというような気もします。だけども今がんはここの左腎臓に抱えてます。これは今切るのは今躊躇しているよりか、今は切る気がありません。手術にはどうしても血小板という一つの血を止める要素のものがなければならないから、その血小板が人間人様の3分の1しかないということが分かったんです。その3分の1しかないという原因をまた医者が調べてくれますと、骨髄異形成症候群、いわゆる人間には誰にも血を作る臓器幹細胞があります。その幹細胞が放射線にやられたんでしょうという、私もこういう一つの原爆の放射線というものが人間の臓器の骨の髄まで傷めてしまうんだということを、またそれがあるがために人間の血液がそうなればやっぱりちゃんと生殖繁殖能力を致すところの臓器も傷められるのは当然です。例えば19名我々仲間生き残りました。その19名のうち16名が結婚することができました。ところが16名のうち7名には子供がおらんのです。私を含めて。人間には23個のこの染色体があるんです。そうして異常というのがこの1番2番3番のこの場合はこの2番と
ここにある4番、これがここと交差してつながってる。そして元来は放射線が切ると、この切られたものは部位は元に戻ろうとする力は働くんだそうですが、どうしても元に戻らないで、こういうふうに間違ったところと交差してしまう。こういう形で落ち着くと異常と言われるんですね。放射線の中でもガンマ線が切り刻むとこういう形になってしまう。いう非常に不幸な例がこの私の染色体の映像です。本当にこういう人間になると不幸なことです。もちろんこういう染色体を持った人間には子供を作る能力はありません。